今日は友達を招待したからちゃんと働けよ。そんなの聞いてないよ。あと2時間もすれば来るからさっさと動けよ。ちょっと待ってよ。お前は俺がいないと何もできない寄生虫なんだ。でもいいだろう。お前の料理の腕を見せるいい機会だろう。夫は一体何を考えているのだろうか。一昨年に出産した私は三つ子の母親となった。三つ子には自分自身驚いたが、それでも生まれてきてくれたことに嬉しさはひとしおだったのだ。しかし、夫は子供にも育児にも興味を示さなかった。それだけではない。私は予期せぬ事故で車椅子生活になる。子供たちもいるし、私もこんな状態だし、おもてなしなんてできないよ。一人二人ならなんとかなるかもしれないけど。おいおい、誰がそんなこと言ったんだ？今日来るのは10人だぞ。それを聞いた私は、車椅子に座っているにもかかわらず、倒れそうな感覚になった。こんな状況を見れば、夫は亭主関白な人間と思うかもしれない。ただ、そんな甘いものではない。2時間後、夫の友人たちがやってきた。続々と家の中に入ってくる。今まで家に誰かを連れてきたことはなかったため、緊張しながらも友人たちを案内する。こちらへどうぞ。そしてなぜか夫の友人たちは私を見て不思議そうな表情をしていた。そんなことを考えていたが、夫の言葉ですぐにそんなことも忘れてしまう。何やってる？準備はできてるんだろうな。できてるわよ。10人がやってくれば家の中が狭くなる。それから私は完全に家政婦となった。お酒がなくなれば追加で買ってくるなど言われるがままだったのだ。車椅子では近くのコンビニに行くにも時間がかかる。おい、遅いじゃないか。まったく使えないな。ごめんなさい。すると友人の一人が立ち上がる。お前いい加減にしろよ。いきなりなんだよ。もっと奥さんを大切にしろよ。人の家のことを言われる筋合いはないだろ。後で知ったことだが、夫の友人には激怒の理由があったのだ。友人は夫の胸元につかみかかる。話せよ。周囲でそれを見ていた他の友人たちも止めようとするが、あまりの二人の気迫に手出しができない。次の瞬間、友人が夫の方を力いっぱいにぶん殴ったのだ。一瞬何が起きたのかわからず、時が止まったような感覚に陥る。てめえ何すんだよ。そこからはまさに修羅場だった。そして夫はこの後、地獄を味わうことになる。私の名前は愛理。今年で30歳になった。もともと化粧品の販売員として働いていたが、結婚を機に専業主婦になる。夫の名前は敦。私よりも3歳年上で3年前に結婚した。そんな夫との出会いは友人の紹介だ。私はいいよ。だって前にもミクに紹介されたけど、マザコンだったんだよ。忘れたの？忘れてないけど、私もまさかそんな人だとは思わなかったんだよ。だから今回はやめとくよ。ちょっと待って。次の人は本当に大丈夫だから。ね。ミクは友達思いのとてもいい友人だ。だから断るのは忍びないが、また変な人が来たら嫌だった。申し訳ないけど。わかった。次で最後にするからさ。それならいいでしょ？わかったよ。でも本当に最後だからね。こうして私はミクから一人の男性を紹介された。この人物が夫だったのだ。正直期待はしていなかった。それから1週間後に会うことになるが、いかに早く帰るかだけを考えていたのだ。しかしそれは
いい意味で裏切られることになる。はじめまして。はじめまして、ミクから紹介されたアツシです。第一印象はスラッとした好青年という感じだった。それから近くのレストランに向かい食事をすることに。たわいのない世間話から恋愛のことまでを話した。そうだったんですか。さすがにマザコンはないですね。ですよね。ミクには振り回されっぱなしですよ。そういえばいつからミクと？ああ、それは大学からです。私は高校からの友達だったんです。共通の友人がいたこともあり、初めて会ったにもかかわらず、すごく自然に話ができたと思う。この日は予想以上に盛り上がり、3時間ほど話し込んでしまった。それじゃあまた。はい、また。駅前で別れ、私は歩いて家に向かう。こんなに楽しいと思ったのはいつ以来だろう。家に着くと緊張がほぐれ、そのままソファーに横になる。そしていつの間にか寝てしまっていた。起きたのはスマホに着信があったからだ。もしもし？やっと出たよ。何してたの？ごめん、ちょっと寝ちゃってた。それでどうしたの？今日の顔合わせはどうだったかなと思ってさ。ああ、それならまあ、よかったと思うよ。ならよかったね。何よ、その反応は。ミク曰く、この時のアツシは少し気難しい性格だったようだ。だったら会う前に教えてよと思ったが、あえてそれは口に出さなかった。とにかくこれからも大丈夫そうだね。まだわからないけど多分ね。それから私とアツシはデートを繰り返した。仲を深めていった私たちが付き合うことは自然なことである。さらにそこからの展開はスピーディーだった。初めて顔を合わせてからわずか4ヶ月で結婚するまでに至る。これから夫婦になるわけだけど、一つ言っておきたいことがあるんだ。何？これからは家のことを任せたいんだよ。それって仕事を辞めろってこと？そういうことだな。ちょっと待ってよ。すぐには無理だよ。この時の顔は今でも忘れない。初めて私に対してイラついた表情を見せたのだ。私はドキッとして何も言えなくなってしまう。なんで急に黙るんだよ。とにかく頼むからな。ちょっと待って。アツシはそれだけを言って書斎にこもってしまう。急に言われても困ったが、これから始まる結婚生活を考えると、ここで言い争いをしても意味がないと感じた。私は翌日にすぐに退職することを上司に伝えた。今まで働いてきた職場を離れるのは寂しくも感じていたが、これもしょうがないことなのかと自分に何とか言い聞かせる。これからは頼むな。至らないこともあるだろうけど、いい夫婦になっていこう。そう言われたら頑張るしかないと思った。それからの生活は多くの人が経験するような新婚生活である。さまざまな場所に行ったりと、まさに新婚生活を満喫していた。そこから変化が現れたのは、結婚から1年ほどが経った時である。最近調子が悪そうにしてるけど大丈夫か？まだちょっと気持ち悪いけど。するとアツシは腕組みをして考え込む。ここ1週間くらい気持ち悪い状態が続いていたのだ。もしかしてだけど、妊娠とかじゃないか？それは考えもしていない一言だった。とりあえず検査してみたらどうだ？そうだね。家に検査薬はなかったため、近くのドラッグストアに向かう。家に戻ってきた私はすぐに検査薬を試した。で、どうだった？はい。私は検査結果をアツシに見せた。これって陽性だよな。マジか、やったな。でも、ちゃんとした母親になれるのかな？そりゃ不安だよな。それは俺も同じだよ。だから一緒に乗り越えていこうぜ。
その言葉は何よりも私を奮い立たせてくれた。これならきっと子供が生まれても大丈夫だろうと思ったのだ。それを信じて疑わなかった。しかしそれは長くは続かなかったのだ。大丈夫？あんまり無理するなよ。まだそんなにお腹も大きくなってないし大丈夫だよ。そうかもしれないけど心配なんだよ。助けてほしいときはちゃんと言うよ。ああ、そうしてくれ。こんな感じで初めこそは優しい言葉をかけてくれていた。しかし病院での定期検診を終えたタイミングで淳の態度は大きく変わることになる。診察室でエコーを見た時から徐々に険しくなり、病院から出る頃には一言も喋らなくなったのだ。ねえ、どうかした？声をかけても返事はない。ちょっと聞いてる？結局家まで話すことはなかった。険悪な空気のまま淳は先に寝てしまう。一人ソファーに座りもらったエコー写真を見つめる。そこには小さな塊が3つ見えた。私のお腹には3つ子の赤ちゃんがいたのだ。これが原因ってこと？いや、まさかね。急激に冷たくなった原因がわからないまま時間だけが過ぎていった。日常的な会話はするが子供のことには触れない。さすがにこのままではまずいと思い、仕事から帰ってくるのを待って話してみた。ちょっと聞きたいことがあるんだけど。何？淳って子供が嫌いなの？そんなわけないだろ。だったらなんで？すると淳はとんでもないことを言ってきたのだ。だって三つ子だぞ。そんなに育てられるかよ。は？それしか言えなかった。意味がわからず頭が混乱する。淳は続けてこう言ってきた。なんで三つ子なんか妊娠するんだよ。そんなこと言われても授かり物だし、そんなの関係ないだろ。でも私たちの子供なんだよ。そうかもしれないけど、こんな時期に三つ子って。こんな時期？別に何でもない。結局疑問は残ったまま話は終わってしまう。私は淳の言葉が気になり、ミクに電話してみることにした。ちょっと聞きたいことがあるんだけど。いいけど？淳についてなんだけど、なんか変わったこととかない？あのこと？何かあるの？知ってるかもしれないけど、最近仕事辞めたでしょ？嘘でしょ？私聞いてないよ。なんでそんな大事なことを私に言わなかったのか。それって本人から聞いたの？そうだけど。わかった、ありがとう。ちょっと。私はいても立ってもいられず電話を切って書斎にいる淳のもとに向かった。ドアを勢いよく開け放つ。なんだよ。仕事を辞めたって本当なの？なんでそんなの知ってるんだよ。そんなことはいいの。なんで私に教えてくれなかったのよ。言ってどうにかなることでもないだろ。本気で言ってるの？また後でちゃんと説明するから、とにかく今は出て行ってくれ。まだ話は終わってないよ。背中を押される形で部屋を出されてしまう。私はドアの前で棒立ちになった。私たちは夫婦のはずだ。何がそんなに気に入らないのか。そして翌朝のことだった。朝食の準備をしていると、淳はいきなり頭を下げてきたのだ。何？昨日は悪かった。ごめん。じゃあなんで辞めたの？実は他にやりたいことができたんだ。やりたいこと？そうなんだ。話を聞くと、友人の話を聞いて、デザイナーというものに憧れていたらしい。なんで今更？と思ったが、妙に楽しそうに話す姿を見て、それなら応援してもいいのかと思ってしまったのだ。それが間違いだったことに気づいたのは、もっと後になってからだった。それから淳は書斎にこもり、独学で勉強を始める。定職に就くまでは、私が働いた貯金で生活をすることになった。なんとか生活をしつつ、臨月を迎える。私は三つ子を妊娠していたこともあり、
管理入院を勧められた。ただ淳はそれを聞いたとき、苦い顔をしていたのだ。なぜなら淳は家事全般が全くと言っていいほどできない。じゃあね。ああ。入院するときもついてきてくれはしたが、早々に帰ってしまい、私が退院するまでに家が散々なことになるのではないかと思った。そんな心配は義両親のおかげで解消する。定期的に淳の様子を見てくれることになったからだ。退院の時は家族みんなが駆けつけてくれた。淳も来てくれたが嫌そうに見えた。私がいない時は大丈夫だった？親が来てくれたからな。でも何かと口うるさかったけど。でも助かったんでしょ？まあな。それから私たちは3人の娘たちと家に帰った。これから家族で幸せな生活を送れると思っていたが、そうはならなかったのだ。淳は娘たちの世話をしないどころか、興味がないようにすら見えた。娘たちは私たちの寝室に寝かせていたのだが、ねえ、あなたも声をかけてあげてよ。悪い、今は忙しいんだ。少しくらいならいいでしょ。すると淳は声を荒げてきた。忙しいって言ってるだろ。その声に驚いたのか、娘たちは泣き始める。3人も赤ちゃんがいたら、その声量も3倍だ。もううるさいな。静かにさせてくれよ。子供なんだから泣くのは仕方ないでしょ。いいから何とかしてくれよ。こんな言い方に私は我慢ができなかった。ここは母親として引き下がるわけにはいかない。そんなこと言うなら、もっとあなたが手伝ってくれればいい話でしょ。何？お前は言われたことをやっていればいいんだよ。そう言って寝室に置いてあった目覚まし時計を手に持ってこちらに向かって投げてきたのだ。投げてくる直前で娘たちに当たってはいけないととっさに覆いかぶさった。時計は私の背中に当たり、部屋の壁に当たって転がる。背中に痛みが走るが、それよりも娘たちに当たらなかったことに安堵した。しかしこれだけでは終わらなかった。この子たちに当たったらどうするの？はあ？お前がそこにいるのが悪いんだろ。ふざけないでよ。私は拳に力が入った。こっちも何か投げてやろうかと思うほどだ。淳を睨みつける。淳はため息をつき寝室を出て行った。子供たちはまだ泣いていたため、私はその場にとどまり寝かすことに。なんとか寝かしつけることができた私はリビングに戻った。お疲れ。淳の姿を見て唖然とした。お酒を飲みながらタバコをふかしている。子供がいるんだから家の中でタバコはやめてよ。吸いたいなら外に行って。聞こえているはずだが、私の言葉を無視してタバコを吸い続けている。申し訳なさや罪悪感などは感じているようにも見えない。そういえば子供たちは寝たのか？さっき寝かしつけたわ。そうか。何が言いたいの？別に。それよりも酒を買ってきてくれないか？もう随分と飲んでるじゃない。毎日忙しくしてるんだ。こんな時くらいはいいだろ。ここで私は大事なことを思い出す。そういえば仕事はどうしたの？デザイナーになりたいとか言ってたけど。ああ、それならやめた。ごめん、もう一度言ってくれる？だからデザイナーになるのは諦めたんだ。嘘でしょ？じゃあこれからどうするの？すると淳は大きな声で笑い始めた。心配するなよ。友達の会社でお世話になる予定だからさ。あまりにも身勝手すぎる。私の淳に対する信頼も、もはや地の底と言ってもいい。こんなことになるなんて結婚前は考えていなかった。いずれ離婚する時が来るかもしれないと思うようになる。それから2週間後に淳は再就職を果たす。職を得たことにより、淳はさらにその横暴さに拍車がかかる。私では止めることも難しくなっていく。そこで私はある行動に出た。アイリさん、その後はどう？
はい、娘たちも元気です。それで今日はどうしたの？実は淳のことで。私は義母に助けを求めたのだ。今までされてきたことを細かに説明した。すると義母は淳に対し怒りをあらわにする。義母は私を娘のように可愛がってくれていた。関係性もできていたため、私の味方になってくれたのだ。わかったわ。今度そっちに行くから。ありがとうございます。私に任せておいて。それからの義母の行動は早かった。翌日には義母は荷物をまとめて家にやってきたのだ。なんで母さんがいるんだよ。淳が仕事から帰ってくると、すでに義母は待ち構えていた。あなたのことをアイリスさんから聞いたの。ずいぶんとひどいことをしているみたいじゃない？余計なことしてくれやがって。すごい剣幕で睨んでくる。アイリさんは何も悪くないでしょ。しばらく私があなたを教育し直してあげるから。私と義母の結束は固かった。義母に頭が上がらない淳は従うしかなかったのだ。その後の生活は義母のおかげで非常に快適だった。義母の指示のもと、淳は育児や家事を手伝ってくれるようになる。徐々に文句を言うことはなくなっていく。淳もずいぶんとおとなしくなったわね。これもお母さんのおかげですよ。これで子育ての楽しさを実感してくれればいいんだけどね。きっと大丈夫ですよ。子供たちにも笑顔を見せるようになったため、きっといい父親になってくれるだろうと信じていた。そして義母が来てくれてから3週間ほどが経った時である。私は天国から地獄へと滑り落ちるかのように激しい渦へと巻き込まれていく。ある昼のことだった。娘たちを昼寝させるためにあやしていると、義母が部屋に入ってくる。そんなに慌ててどうしたんですか？お父さんが。話を聞くと、義父が救急車で運ばれたとのことだった。義父はまだまだ現役で仕事をしていたのだ。以前に会った時もすごく元気な様子を見ていた。そんなこともあり驚く。だったら早く帰らないと。でもせっかくこっちに来たのに。十分お母さんには助けられましたから。だから行ってください。アイリさん、ありがとう。私も準備を手伝いますから。それから荷物をまとめて私は義母を見送った。夕方になると義母から電話が来る。お母さん、お父さんは大丈夫ですか？大丈夫だったわ。それで原因は何だったんですか？実は階段から落ちたみたいでね。足を骨折したんだけど、命に別状はないわ。そうですか。よかったです。きっとお父さんもお母さんがそばにいた方がいいと思うので、一緒にいてあげてください。それじゃあそうさせてもらうわね。私は義父が無事だったことにほっとした。そんなことを思っていると淳が帰宅する。あれ、母さんは？帰ったけど聞いてないの？そんなこと聞いてないぞ。じゃあお父さんが怪我したことも？なんだよそれ。階段から落ちたって。そうか。ってことは母さんはこっちに帰ってこないってことか？そうだけど。すると淳は突然笑い出したのだ。何？いい子でいるのも疲れるな。だけどこれで俺も自由か。淳は本当の自分を隠して生活していたに過ぎなかったのだ。義母の言う通りに動いていたのも、それ以上小言を言われないようにするためだったのだろう。これで母さんもいなくなったわけだし、これからは俺の指示に従ってもらうからな。指示って嫌な予感しかしない。今までもそうだったが、こうなってしまったら地獄でしかない。せっかく義母のおかげで積み上げてきたものが一気に崩れていくのを感じた。しかも義母がいたことで抑えられていた不満が爆発することが何よりも不安だったのだ。そんな不安は別なことを引き寄せることになる。娘たちの予防接種に向かうために淳に車を出してもらった日のことだ。
予定通りに予防接種を受けた後の帰り道。ちょっと大丈夫？何がだよ。さっきからずっとあくびしてるし、そんなに眠いなら休憩した方が。黙ってろ。心配されなくても大丈夫だよ。そんな言葉とは裏腹に眠そうに運転している。私は事故に遭うのではないかとヒヤヒヤしていた。そんな時だった。目の前の信号が赤に変わる。赤だよ！そう叫んだが遅かった。左から来た車に追突されてしまったのだ。しかもぶつかったのは助手席に乗っていた私のところだった。全身にとてつもない衝撃が走り、意識を失う。次に目が覚めたのは病院のベッドの上だった。子供たちは？とっさに起き上がるとそこには両親が来ていた。安心して、あの子たちは無事よ。本当によかった。安堵したのもつかの間だった。両親の顔を見るとどことなく暗い。どうかした？私の問いかけに下を向いたまま何も答えない。とにかく娘たちに会いたいと思い、ベッドから出ようとする。しかし足の感覚がない。どんなに必死に動かそうとしてもピクリとも動かなかった。ここで両親がなぜ暗い顔をしていたのかを理解したのだ。あつしはどうしてるの？無事よ。怪我もかすり傷だったみたいね。そう。この日から私は車椅子生活となった。それは新たな地獄の始まりだったのだ。誰かの手を借りなければ満足に動くこともできない。幸いだったのは一軒家に住んでいたことくらいだろう。そんな中で子育てもしなければいけなかった。両親たちや周りの人の力を借りて何とか生活するしかなかったのだ。あつしはそんな私を疎ましく思っていたのか、積極的に手伝ってくれることはなかった。なるべく自分で何とかしないと。そんな思いの中、私は車椅子を操作できるようになるのに必死だった。そしてそんな生活から2ヶ月ほどが経った時である。ただいま。おかえり。やけにテンションが高いように感じた。それだけならよかったのだが、いきなり困るようなことを言ってくる。今日は友達を招待したからちゃんと働けよ。そんなの聞いてないよ。あと2時間もすれば来るからさっさと動けよ。ちょっと待ってよ。お前は俺がいないと何もできない寄生虫なんだ。でもいいだろ？お前の料理の腕を見せるいい機会だろ。あつしは一体何を考えているのだろうか。今の状態で誰かをもてなすなんて到底できるものではない。子供たちもいるし、私もこんな状態だし、おもてなしなんてできないよ。一人二人ならなんとかなるかもしれないけど。おいおい、誰がそんなこと言ったんだ。今日来るのは10人だぞ。それを聞いた私は、車椅子に座っているにもかかわらず倒れそうな感覚になった。こんな状況を見れば、あつしは亭主関白な人間と思うかもしれない。ただそんな甘いものではない。2時間後、あつしの友人たちがやってきた。続々と家の中に入ってくる。今まで家に誰かを連れてきたことはなかったため、緊張しながらも友人たちを案内する。こちらへどうぞ。そしてなぜか、あつしの友人たちは、私を見て不思議そうな表情をしていた。そんなことを考えていたが、あつしの言葉ですぐにそんなことも忘れてしまう。何やってる？準備はできてるんだろうな。できてるわよ。10人がやってくれば家の中が狭くなる。それから私は完全に家政婦となった。お酒がなくなれば追加で買ってくるなど言われるがままだったのだ。車椅子では近くのコンビニに行くにも時間がかかる。おい、遅いじゃないか。まったく使えないな。ごめんなさい。すると友人の一人が立ち上がる。お前いい加減にしろよ。いきなりなんだよ。もっと奥さんを大切にしろよ。
人の家のことを言われる筋合いはないだろう。後で知ったことだが、夫の友人には激怒の理由があったのだ。友人は夫の胸元につかみかかる。話せよ。周囲でそれを見ていた他の友人たちも止めようとするが、あまりの二人の気迫に手出しができない。次の瞬間、友人が淳の方を力いっぱいにぶん殴ったのだ。一瞬何が起きたのかわからず、時が止まったような感覚に陥る。てめえ何すんだよ。そこからはまさに修羅場だった。取っ組み合いになった二人は周りのものをなぎ倒していく。お前俺たちに嘘をついてたな。は？奥さんが車椅子だったなんて聞いてなかったぞ。それにそんな人を一人で買い物に行かせるなんて何を考えてるんだよ。ああ、わかったわかった。お前はもう帰っていいよ。他の連中と楽しむからさ。この言葉には他の人たちも引いていた。ここで私は口を挟んでしまったのだ。そんな言い方はないんじゃないの？お前は黙ってろ。いいえ、黙らないわ。いくらなんでもやりすぎよ。ああ、お前は俺の言うことだけ聞いていればいいんだよ。まずいと思った時にはすでに遅かった。床に転がった開けられていないビールの缶をこちらに投げてきた。逃げる暇もなく、缶はこめかみにぶつかる。痛みが走り、何かが流れ落ちるのを感じた。袖でそれを拭うと真っ赤に染まっている。淳の友人たちが私を守るように囲んでくれた。何してんだよ。淳は友人たちにも攻撃的な姿勢を見せた。それを見た友人たちは口々にそれを非難する。さすがにこんなことになると思っていなかったのか、顔が青ざめていく。私はタオルで頭を押さえて止血に努めた。痛みが徐々に和らいでいくと、淳に言い知れぬ怒りが湧き上がってくる。私の心は決まった。こんな夫はもういらない。自分勝手で傲慢な夫など私には必要ないのだ。こうなってしまっては仕方ないと思い、義母に連絡を取った。義両親たちはすぐに駆けつけてくれたのだ。本当にうちのバカ息子のせいで。義母は私の姿を見るなり涙を流していた。私の痛々しい顔をそっとこすってくれたのだ。あんたも頭を下げなさい。なんでだよ。いいから。すると今度は義父が口を開いた。こいつはやってはいけないことをした。叱るべきところに突き出して罰を受けてもらう。は？そんなの当たり前だろ。お前は自分の奥さんに手を挙げたんだ。これは立派な罪になるんだ。義父はスマホを手に取り、警察に連絡した。間もなく警察官たちが到着する。警察に事情を説明すると連れて行かれることに。しかし淳の罪はそれだけではなかったのだ。ちょっと待って、まだ話すことはあるぞ。そう言ってスマホの画面を見せてきたのだ。そこには淳と一人の女性が映っていた。よく見るとそれは私がよく知っている顔だったのだ。これはどういうことなんだ？それは。これはミクだよね。つまり浮気してたってことでいいのよね。知り合いですか？知り合いというか、私の親友です。その場にいた全員がポカーンと口を開けていた。こんなことまでしてるなんてね。また罪が一つ増えたわね。お前がそんな体になるからだろ。その言葉を聞いた淳の友人はまた殴りかかろうとしていた。それを私は手で制す。まあそれだけ元気があるなら大丈夫だね。これからどうなるかはわからないけど、まともな生活は送れないかもね。何？ああ、もう顔も見たくないんで、さっさと連れて行ってください。最後の最後まで、淳は自分の正当性を主張し抵抗していた。パトカーに乗せられる姿を最後まで見ていたが、姿が見えなくなるまでこちらを恨めしそうに見ていたのだ。家に戻ると、私は淳の友人にあることを聞いてみた。それはどうしてあそこまで怒ってくれたのかだ。ああ、それですか。あ
言いづらいなら大丈夫ですよ。そういうわけじゃないんです。実は数年前に交通事故で妻と娘を亡くしてて、私は何も言えなくなってしまう。あれほど淳に怒りをぶつけるということは相当愛していたのだろう。だからあれほど怒ったんですね。恥ずかしいところを見せてしまって。そんなことありませんよ。すごく助かりました。それから私はせっかく家に来てもらった友人の人たちに頭を下げて解散となった。ただまだすべてが解決したわけではない。大変なのはこれからなのだ。その後私は義両親に連れられて病院に向かった。数針縫うことにはなったが、それで済んだだけでよかったと思う。ご迷惑をおかけしてすみませんでした。何言ってるの。迷惑をかけたのはこっちだよ。あの子には遠慮なんかいらないからね。はい。私たちは一時両親に預かってもらうことになった。その間に私は弁護士への相談や警察の事情聴取などに追われる。結果として離婚は無事に成立し、三国も慰謝料を請求した。一旦釈放された淳だが、待っていたのは借金の山だった。お願いがあって連絡した。何？話くらいなら聞いてあげるけど、怪我をさせた件だけど被害届を取り下げてくれ。なんで？これじゃあ生活もできないんだよ。そんなの私に関係ないでしょ？必死に働いて頑張りなよ。待ってくれ。それじゃあね。電話を切った私は心がすっきりした気分になった。結局3人分の養育費の支払いも決まり、どうしようもなくなった淳は消費者金融を頼ったのだ。しかも複数の会社から借りたらしい。最終的に三国も見捨てられて、毎日朝から晩まで働いている。私は被害届を取り下げることはしなかった。今さら後悔しても遅いんだけどね。警察の話ではいずれ起訴されるだろうとのこと。一方で私は実家で娘たちと和やかに生活している。満足に体は動かせないが、それでもこの子たちを守っていきたい。今回の朗読を担当させていただいたナレーターの曽我由里です。今回のお話なんですけど、単純に警察ってこんなにすぐに動いてくれるのかなって純粋に疑問に思ってしまいましたね。どうなんでしょう、証拠集めとかしなかったけど大丈夫なのかなって思ったりとか、夫はなんで友達を家に招いたんだろうなとか、いろいろ思うところがある話でした。あと基本的に夫が何したいのかいまいちわからない感じの夫でしたね、この人。はい。皆さんはこの話についてどう思いましたか？よろしければコメント欄で教えてくださいね。またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。